はい、皆さん、こんにちは。本日もやっていきたいと思います。今日はね、このアルファード。最初の方にやらさせてもらったんですけれども、アトトナビ、これやって、結構反響が良くて、再生回数もね、結構増えてるんですけれども、今このアトトナビはプリウスにつけています。でですね、アトトさんからまたご連絡いただきまして、今回ね、じゃじゃーんと、アトト F7 です。はい。こちらのね、ナビ。これナビじゃないですね。カーオーディオ。カーオーディオナビゲーションって書いてるな。モニターですね。オーディオディスプレイというのかな。一応ね、前のアトトナビの A6、あれは Android ナビ。なので、そこでこう操作してやったりするんですけれども、テザリングがね、必要になってくる。で、毎回テザリング一応やって、使ったりとかしたりとか、やってるんですけれども、今回、こいつはそういった機能がなくて、Apple の CarPlay とか Android Auto をナビとして使ったりとかしますね。なので、結局使えるのは一緒なんですよ。ナビを見たりとか、YouTube はね、多分、ディスプレイとして普通に YouTube が使えたかな見れたりとかできたかなそういった感じなんでね、これちょっと開けていきたいと思うんですけれども、F7 Pro。これ見てください。10インチです、10インチ。とうとう来ましたよ、10インチ。これをね、早速開けていきたいと思います。でもね、もう前に一回つけてるんで、取り付けっていう部分は楽勝やと思うんですよね。はい、じゃじゃーんと。まずは、これは、配線類ですね、配線類。はい。配線類取り付け金具で、こうそのまま引っ張ったらいいかな。よいしょ、じゃじゃーんと。ういし。よいしょ。はい。こういった感じで、でかいな。でかいね。見てください。今、これ、オプションナビ。トヨタのナビなんですけど、モニターがこのでかさの代わりを。7インチから10インチですね。はい。でも、なんやろ、アトトナビの時は、すっごい軽かったんですよ。軽かったんですけど、今回これ、頭が重たいかな。中身はそんな入ってなさげなんで、ディスプレイが重いだけかもしれないですね。で、今回ね、なんとこれ、外部出力があるんですよ。来た、これ。前のアトトナビはね、なくて、だからヘッドレストモニターとか、ここ、フリップダウンとかね、つけようと思ってもつけれなかったんですけど、今回こいつつけれるんです。来ましたね。はい。というわけでね、こいつ一回つけていきたいと思います。はい。この角度でね、つけていきたいと思います。もうね、何回もつけてるんでね、楽勝っすよ。はい。で、次に、ニュートラルに入れて、楽勝やな。そして、はい、抜いていきます。でね、今こいつね、全部外してしまってるんですけど、これめっちゃ重たいな。バックカメラないんですよね。で、アトトさんに相談させてもらったんですけど、今こいつ用のね、バックカメラを開発中ということで、それもまたおいおい送っていただけるとのことです。取り付け手順。はい。まずは、こいつですね。こいつを3つ外すと、ここからやっていきたいと思います。で、3つ外すと、はい、こう外れます。やっぱモニターやな。モニターが結構重たいですね。で、あとはこいつを取り付けるだけです。つくかのチェックするんって、これめんどくせえ。で、回転灯チェック。ついた。見えました？見えてるな。OK。またじゃあ切っておきましょう。はい。とりあえず裏面を。こいつがね、フロントカメラ。ビデオ出力ですね。それをここにつけるんです。待って、今もうつける。マイクとりあえずいらんか。これだけか？とりあえずこれで OK ですね。はい。ということで、戻していきます。これがあれですね。携帯とリンクするやつ。こいつだけ、どこがいいんやろ。っていう方結局、じゃけならんちゃんがいい。これ結構ぶっといから、ちょっとこれはまた改めてちゃんとしましょう。でも、そういうわけにはいかんから、さあ、どこを通す。これはまたね、後日多分つけると思うんで、しておきましょう。はい。これで戻します。戻すときに、めっちゃ前出るな、これ。
これはちょっと前出過ぎじゃないって感じぐらい前出ますね。これはどうなんやろ。奥に下げることってできるのかな。高さ調整はできるんですけど、奥行きの調整がないんで、だとすると、やっぱさっきぐらいの距離の方が、かっこはいい。さすがにこれちょっと出過ぎでしょ。そうなった時に、あとはここをどうやって止めるか。よし。はい。それではねってまだあれやん。よいしょ。はい。取り付けが完了いたしました。それではね、フィルムを剥がしたいと思います。じゃららららんだ。はい。ちょっと待ってくださいね。はい。アルファードの10インチナビですね。10インチ液晶モニター。それではね、エンジンかけます。ついたけど、なんか、この距離からこれあったらめっちゃ近いな。そして映り込みがすごい。何ができる？これの設定、今2時、言語設定、時刻設定。はい、これで OK。違う。とりあえずついたんやけど、全くもって使い方がわからん。しかも、これ今ここ見てわかると思うんですけど、すっごい映り込み。上向けた方がいいんかな。これが標準の位置なんですよ。ちょっと待ってくださいね。SD カードちょっと入れますね。はい。今 SD カードを入れました。これね、まあ見えてるっちゃ見えてるんですけど、これイコライザーありますね。音量これか。ここがジャズになって、ジャズ。これは、後ろから見るとどうなんでしょう。後ろから見たらめっちゃ綺麗に見える。そういうことなんでしょうね。この角度はそういうことか。フリップダウンつけたいんですけどね。もしかしたらいらないかもしれないですね。はい。じゃあ続いて、カープレイですね。これ今、はい。ここに iPhone をつなぎます。はい、つながりました。で、あそこにつながってる。で、これを押すと、信頼しますかって出ましたわ。で、信頼。はい。来ましたね。はい。はい。今これ、Apple の CarPlay が開いております。今これね、ナビ開いてますね。こういう感じで、Apple の CarPlay、Google マップとか Audible、そうですね、普通のマップも使えるし、ミュージックも使えます。で、後のホームのボタンもあって、チューブミュージック、で、LINE、で、カーナビ。これが使えるようになります。そうですね。先ほどだからカーナビ開いてるっていう状態ですかね。そして、これなんですよ。これをしたときに、YouTube なんかやってたかな。見てください。ミラーリング。今現在 70.5 キロ。見えてるんですけどね。これしてしまったら、こいつが触れなくなるということが起きますね。ちょっと訪れもしてますね。どうなんでしょう。これちょっと様子見ていきたいと思います。とりあえずはつきました。で、まだね、リアカメラとかつけてないんですけど、ただ、ちょっと今ね、太陽が明るいので、日中なので画面は見にくいですね。ちょっともう一回後でね、撮ってみたいと思います。はい。ですね、ちょっと後でまだ撮ってみますって言ってから5ヶ月が経過しました。撮影してたデータ、多分ね、どっか飛んでってしまってますね。なのでね、ちょっともう一回回そうかなと思っております。ちょっと日が落ちてきた後のモニターの見え方ですね。運転席からしても、この感じで見れています。はい。映り込みね、本来なら多分これが一番見やすいんだと思うんですけれども、見やすいな。上げてみて。でもこれでも今はもう慣れましたね。で、後ろから見ると、やっぱこのね、角度が一番見やすいんですよね。こうなってしまうと、やっぱ映り込みが光とか差し込んできた時に見にくくなったりするので。でね、後でも言うんですけれども、特にこのオートリンクが訪れが激しく
てあんまり使い物にならないという感じですね。で、しかもまあこれを接続してしまったら、携帯が触れない。まあ運転中触るということはないんですけれども、停止中に LINE が来ました。で、それを見たいってなった時に、ここに LINE の画面が出てしまうんで、僕以外の全員にも見られてしまうと。これはじゃあ助手席の人の携帯を使ってたとしても、結局は見られてしまうということになるので、あんまり使い勝手ちょっと悪いなっていう感じです、実際。まあ音楽聴いたり、Bluetooth で音楽聴いたりとかね、その辺は全然いけてるんですけれども。で、カープレイも、まあ、カープレイで YouTube とかは見れないんで、まあこの辺もやるんやったら結局 Bluetooth で音楽聴くのと一緒なので、あれかなと思います。これがね、一応このナビの使い勝手ですね。はい。というわけで、ちょっとね、簡単な総評させていただいたんですけれども、現実そんな感じです。まあナビもね、まあそもそもそんなに使わないであろう。結局多分これ、後とナビ、Android ナビにしたところでね、多分テザリングしてよく見るかっていうと、多分そんなに見ないと思うんですよ。なので、多分ナビってそんなもんじゃないんかなって分かんないですよ。人によってその使いようがあるんで、使い方っていうのがあるんで、人それぞれだとは思うんですけども、僕にとってそんな使わん感じですね。というわけで、本日はね、この辺にしたいと思います。チャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。Twitter、Instagram やってますので、ぜひフォローしてください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。